鈴木 GSXR750 は4サイクル油冷直列4気筒4バルブ DOHC のコンパクトなエンジンに 4×1 マフラーを装着した新設計エンジンを搭載している。これから吉村による GSXR750 レース用エンジン組み立て工程の説明を始める。この工程には高度な技術が必要である。そこでまず鈴木自動車工業から発売されている GSXR750 のサービスマニュアルおよびポップアップキットマニュアルを熟読の上、ビデオを併用しながら作業してもらいたい。エンジンの組み立ては確認作業の連続である。慎重に考え機敏に動作することが望ましい。クランクケースはスタンダードのものを使用している。作業に入る前にケースのバリ、返りなどを取り除き洗浄すること。大幅な歪みや叩かれた跡などがあるときにはケースを交換しなければならない。ジェットに詰まりがないことを確認した上でケースに組み込む。メタルはマニュアルに従って選択し、上下を誤らないように注意して組み込む。クランクシャフトに傷や歪みがないことを確認する。シャフトの触れの許容限度は100分の5である。ジャーナル部分のメタル合わせを行う。プラスチゲージをジャーナル部分6箇所に乗せる。ケースを合わせ仮締めし、クリアランスを確認する。この時の締め付けトルクは標準の 60% から 70% の 1.3kg である。ボルトの締め付けは内側から番号順に行う。ロアケースを再度開けてプラスチゲージで計測する。この時のクリアランスは51ミクロンだった。基準寸法になるまで一つずつメタル合わせを行う。メタル合わせが終了したらプラスチゲージをシンナーなどで完全に拭き取る。コンロッドの合わせ目の角も面取りしておく。メタル密着面は専用のペーパータオルを用いシンナーなどで脱脂する。ウエスなどは糸くずが付着したりメタルを傷つける恐れがあるので使用を避ける。コンロッドにメタルを組み込んだ時に出る削りカスは完全に拭き取ること。プラスチゲージを乗せ、クランクとコンロッドが絶対に動かないように注意しながら仮締めする。この時のトルクは規定トルクのおよそ 80% で 3.5 から 3.6kg である。再びコンロッドキャップを外しプラスチゲージの幅を計測する。規定寸法が出ない場合はメタルのサイズを変えて再度メタル合わせを行う。規定寸法が出たらメタル面にモリブデングリスを塗り組み込んでいく。本組のトルクは規定トルクの 4.4kg である。クランクが組み上がったところで一度ケースからクランクを外しカムチェーン、テンショナー、ノックピンなどを組み込む。ジャーナル部分のメタル面にモリブデングリスを塗った上でケースに組む。
オーリング、ノックピンなどを再度確認しておくこと。ミッションを組み付ける前に、ここでもシーリング、ノックピンなどを入れたことを確認する。ミッションを組み込む。ベアリングノックピンの位置を規定のところに合わせ、ミッションがスムーズに回ることを確認する。液体ガスケットをケースの合わせ面に均等に塗る。ケースを合わせる前にギアにオイルを塗っておく。ケースを乗せたらオイルリターンパイプをつける。規定トルクの 2.0 から 2.4kg で中央から番号順に締め付けていく。ケースを締め終わったら各ミッションギアの入りを確認する。6ミリのケースボルトをすべて締め、オイルストレーナー、オーリングなどを組み、オイルパンをつける。クランクケースが組み上がったら、次にシリンダー部、シリンダーヘッド部の組み立てに移る。ピストンをつける前にクランクがスムーズに回ることを確認する。クランク左側のスタータークラッチギアのオイル穴およびクランクシャフトセンターの穴を塞ぎカバーをつける。ピストンを組むときにはピストンおよびスモールエンドにオイルをつけながら組む。ケース左右のオイルジェットの詰まりを点検し、ノックピンが入っていることを確認する。リングの合い口の位置が1箇所に揃わないよう、トップリングはインレット方向に、オイルリングは互いに180度ずらして位置決めする。シリンダーベースガスケットを取り付ける。この時ガスケットのコーティングに傷がついたりオイルがつかないように注意する。オイルがついた場合は速やかに拭き取ること。ピストンホルダーを用いてシリンダーをはめ込む。リングが噛み込まないように気をつけながら丁寧に組む。シリンダーを乗せたらクランクを回してリングが噛んでいないか確認する。
シリンダーが入ったところでオーリングをはめ込み、ヘッドガスケットの上下を確認した上で装着する。ヘッドをつける前にリターンオイルパイプを取り付けておく。ヘッドガスケット面のオイル気を取り乗せる。リターンオイルパイプの位置をヘッドと合わせる。次にヘッドナットの締め付けに移る。銅ワッシャー8枚、鉄ワッシャー4枚を規定の位置に入れる。ヘッドナットの締め付けトルクは規定トルクの 4.0kgm であるが、はじめに 2kgm で内側より番号順に均等に締め、その後規定トルクまで締め付ける。ヘッドの締め付けが終わったら、ここのボルトを忘れずに締め付ける。次にカムの取り付けに移るのだが、ここではバルブタイミングを測るためにこのような特殊工具が必要である。タイミングホイールを取り付ける。つける前に1番4番がだいたいトップに来るようにセットしておく。指示針をタイミングホイールのトップに合わせる。ダイヤルゲージをつけ、タイミングホイールの01確認を行う。プラグ穴よりダイヤルゲージの測定子を入れ、ピストン頭部に当てる。ピストン上支点でダイヤルゲージを0に合わせる。カムチェーンを引き上げながらクランクを回し、上支点前後1ミリ下がった時点でのクランク角が前後で同じ角度になるように指示針を合わせる。指示針を合わせたら再度確認作業をする。このエンジンの場合、上支点前後1ミリのクランク角は15度になる。こうしてセンターが出たら、次にピストンとヘッドのクリアランスを測定する。糸ハンダをプラグの穴より入れる。ピストンの吸入側の平らな部分とヘッドの間でハンダが潰れるようにクランクを回し、潰れたハンダの厚みを測る。同様にピストンの排気側でも測定する。規定寸法の 1.0 から 1.2 ミリ以外の場合は、シリンダーベースガスケットおよびヘッドガスケットの厚さを変え調整する。カムシャフトの位置は進行方向右側にある水平マークが
ヘッドカバー面とほぼ直線になるように合わせる。カムホルダーを均等に締めていく。カムホルダーボルトの規定トルクは 0.8 から 1.2kg である。ここでカムの位置確認をする。1番4番が上支点の時クランクを止め、カムチェーントップアイドラーギアにたるみを持たせた状態で、カムのアイマークがこのようにヘッドカバー面に水平になれば、カムの位置が合っているということである。確認ができたらトップアイドラーギアを取り付け、次にカムチェーンテンショナーアジャスターをつける。カムチェーンの遊びがないようにこのボルトを緩め、クランクを正回転させながらボルトを締めて調整する。クランクを前後に回してカムの動きとズレがないことを確認する。タペットのクリアランスは9排気とも 0.2 から 0.23 に合わせてほしい。次にバルブタイミングの合わせ方を説明する。ダイヤルゲージの測定子をバルブスプリングリテイナーの上の平らな部分にバルブと平行に当てる。ダイヤルゲージをゼロにしてクランクを回す。カムがバルブを押し始め、1ミリリフトした時のクランク角を読む。この時のクランク角は上支点前22度である。次にクランクを正回転に、バルブが閉じ切るところまで一旦回し、そこからバルブが1ミリ以上リフトするまで逆転させ、さらに正回転で1ミリリフトしたところまで戻して、その時のクランク角を読む。この時のクランク角は下支点後41度である。つまりこの時のバルブタイミングは開き始めが22度、閉じ側は41度なので、ほとんど理想的な値であった。同様にして他の箇所も測定してほしい。吸気側のバルブタイミングが測定できたら、ピストンバルブのクリアランスを測定する。クランクを排気トップ後10度に合わせる。この状態でピストンとバルブとのクリアランスをバルブリフターでアジャストボルトの頭を押し下げて測定する。この時のクリアランスは 1.0 ミリであった。他の箇所も同様に測定することが必要である。排気側のバルブタイミングを吸気側と同様に測定する。クランクを正回転に回す。
管がバルブを押し始め1ミリリフトした時のクランク角を読む。この時のクランク角は下支点前45度であった。次にクランクを正回転にバルブが閉じ切るところまで一旦回し、そこからバルブが1ミリ以上リフトするまで逆転させ、さらに正回転で1ミリリフトしたところまで戻して、その時のクランク角を読む。この時のクランク角は上支点を22度であった。この時のバルブタイミングは開き始めが45度、閉じ側が22度であり、遅すぎる値なので調整を行う。カムスプロケットボルトを緩め、この場合は遅れているのでクランクを逆転させる。適度に戻してからボルトを締め、再度バルブタイミングを測定する。調整後のバルブタイミングは開き始めが47度、閉じ側が17度と理想値になった。同様に他の箇所の測定も行うことが必要である。排気側のバルブピストンクリアランスを測定する。クランクを排気トップ前10度に合わせ、吸気側と同様にバルブリフターでバルブを押し下げ、バルブとピストンのクリアランスを測る。他の箇所も同様に測定すること。この時のクリアランスは 1.86 ミリであった。これは理想値であるのでバルブタイミングの調整は完了した。カムスプロケットボルトはバルブタイミングがずれないように注意しながら、一旦1本ずつ取り外し、ネジロックを塗った上で確実に締め付けてほしい。付属部品の装着を確認し、ヘッドカバーをつけ、シリンダー部、シリンダーヘッド部の組み立ては完了である。クランクを回し、1番4番の上支点前35度にクランクを止め、クランクが回らないように注意しながらタイミングホイールを外し、パルサーを取り付ける。ステーターの位置はこのような位置で固定する。カバーを取り付ける。
ドレンボルトのセーフティーワイヤーをつけるのを忘れてはならない。これで GSXR750 レース用エンジンの組み立てが完了したのである。今まで述べたことはレース用エンジンの組み立てにおいて特に重要な部分をピックアップし、最低限必要なポイントについてのみ解説したものである。その他の部分についてはスタンダードの作業工程にのっとり組み立ててほしい。